エレンが髪を伸ばした理由。一般的に勲章授与式で見た未来がいつなのか把握するためと言われている。でもエレンは勲章授与式では未来を見ていなかった。ライフル練習時、ベルトルトの記憶を欲しがる。鉄道試運転時、自分の死を知らない。世界滅亡宣言時、ヒストリアに逃げる選択肢も与えている。マーレとフォージにはすでに見ている。つまり、私が子供を作るのはどう？で、ヒストリアと濃厚接触したとしか考えられない。ショートの34番35番で解説済み。だったらなんで髪を伸ばしたんだ。鏡に映る髪を溶かすフリーダ。志願師なで首が飛んだ時も似ている。北欧神話からは、エレンがフリーダの幼馴染、兼従者だったということが分かった。ショートの106番で解説済み。これを見て、エレンとフリーダがそっくり。エレンは10歳で始祖の巨人を継承した。これがエレンとフリーダが幼馴染という意味。エレンがフリーダの存在を知ったのは地下霊廃道の時だけれども、訓練生時代にすでにフリーダの影響を受けていたような描写がある。オーエディ困難ではクリスタがさらわれてエレンは泣き、雪山訓練では一人でヒストリアを救出しようとしている。フリーダの従者になっている。どうやってフリーダはエレンに影響を与えていたの？何か大事な夢を見ていた気がするのに、もう絶対思い出せないってことがよくあると言っている。これは北欧神話でいうマーラ、いわゆるナイトメア。人の夢に出ることで人に入り込み操ったり死に至らしめてしまうこともある。こうしてエレンは無意識にフリーダ化していった。エレンは10歳からフリーダの記憶を夢に見ては忘れていたってことか。思い出すためだつってヒストリアの手ばっか握りやがって。おそらくフリーダのヒストリアの記憶ばっか見てたんだろうね。そしててめえこそなんで髪伸ばしてんだよこの勘違い野郎。とか言いながら自分も伸ばしてしまったんだ。海にたどり着いた時、義勇兵が来た時、世界滅亡宣言時、多少長くなったり短くなったりしている。エレンはまだフリーダに影響を受けていると自覚してなくて揺れていたんだ。それがヒストリアと超濃厚接触しただろうとは伸ばしっぱなし。自分がヒストリアを愛しているのはフリーダ由来だと気がついたんだ。お前の脳はフリーダにやられちまった。じゃあ戦え戦えって言ってる時って鏡にフリーダを見ていたってことか。フリーダが初代王の思想を破ったからこそ戦う意志を持って巨人化できたことに気がついていて、今度は自分が苦戦のちぎりを破る番だと思って自分に戦え戦えって言ってるんだ。ってことは戦え戦えって言ってる時にはフリーダ化を受け入れてるってこと？2回戦あるのかな。何しに来たんですか。エレンは髪を縛り前髪に癖がつき、グリシャ記憶ツアーではフリーダ化が完成。自然すぎる。でも自由を求めるエレンがフリーダ化を受け入れていることがよくわからない。エレンは誰の影響だろうがヒストリアを愛しているのは自分だとちゃんと自覚していたんだ。後悔しないで前進するのが進撃の巨人。次回、エレンとミカサの髪の長さのすれ違い。